皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。はい、エスクです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、コメント欄に最近めちゃくちゃお悩みの多かった、靴の描き方についてやっていきたいと思います。やってなかったっけ、靴なんて。かなり何年か前にはやってるんだけども、まあ、さらにそこよりもより詳しく、でも初心者の人でもすぐうまく描けるようにっていうアドバイスを今日はしていきたいと思うので、ぜひ一緒にやってみてください。まず一番最初、靴を描きたいってみんな言うんだけど、私ね、靴以前に足の形をちゃんと取れてるかなっていうところだと思うのね。まずはちょっとそこの話していきたいと思います。はい、これまず、良くないなと思う例の足です。俺がこれだわ。まあよく言う、アンパンマンとか、まあドラえもんのキャラとか。まあキャラクターに多い足。まあそういう絵でやりたい人は全然これでも可愛いからいいんだけど、やっぱちょっと漫画っぽいリアルなイラスト描きたい人にとってはやっぱちょっとこの足の形をかけて描いちゃってる人がいたら、まずこの時点では靴うんぬんの話ではなく、足の形がまず取れてないなと思うのね。で、これもうちょっと上級にしていくと、これなんだよね。要はちょっと横から見てるイメージなんだけど、これも実はあんまり良くない。いや、十分なんだけどね。まあこれかけてたら十分なんだけど、やっぱこれでもまだ、ちょっと上手い靴を描くには難しい。この形になっちゃってる人がいたら、ちょっと難しい。例えばこれ真横から見てるイメージなんだけど、まあ正面から見てる時でも、自分の描くイラストがね、これちょっと両方の足首ね、今描いてる足の形を取るときに、なんとなくこういう風になっちゃってる人、結構正面から見てうまいよ、うまいんだけど、こういう風な足描いちゃってる人、これ描いちゃってる時は、そもそも靴を描く以前に足の形がまだあんまり漫画の絵に適してないなと思うので、まずはちょっとそういう絵を今もし描いちゃってる初心者さんがいたら、まずそこからね、よかったら見直してみてください。じゃあどういう風に足の形取っていけばいいのっていう話なんだけども、はい、今これがちょっとあんまり良くない例の足ね、ここにちょっとどういう風な感じで自分の絵を直していけばいいかっていうのを説明します。赤ペン入れてきます。まずなんだけど、足のこの接地面、平らにある面のこの辺り、お腹の辺り、この中腹辺りね、こうやってね、くびれさす意識を持ってください。こういう感じで。でも足ってそうなってるわ。そうだね。例えば裏側の足の裏を見たときね、こういうんじゃなくて実際は、こういう風にここがこうやってくびれてるのね。こういう形でね、人間の足って。リアルなやつね。だから実際自分の接地面が平らな時はここをまずくびれさすっていうね。ここをくびれさすイメージ。そして今度足先がね、これだと短すぎるので、こうやってちょっと前に出してあげてください。ちょっとここでね、一回カクって入れるようなイメージ。で、先をね、少しね、反らすイメージでつなげてあげる。こういうこと、ここを反らす。この指先を上に上げるってイメージ。で、かかとも、これは今まっすぐピーって出ちゃってるでしょ。それをちょっとかかともここに少しだけもっこり、こういうここにちっちゃい三角形をつけるようなイメージで、ちょっとこっちに出してあげるっていうイメージ。これをちょっと今綺麗に直してみるね。なんかでも靴っぽくなってる気がする。そうだよね。今の赤線を清書するとこんな感じになります。こういう横から見た場合はこういう感じの足。これを形がスムーズに描けるようになると、大抵どんな靴もうまく描けるようになってくると。なんかもうローファーっぽいもん、これ。そうだよね。ローファー、まあ基本的にはでも実際どんな靴も実際これぐらいの型みたいのがベースになってて、あとは靴の形によってちょっとこう描き方を変えていくみたいな感じなので、まずは基本のこの足のなんだろう、シルエットみたいのを取れるように練習してみてください。ただ実際これがこんな真横のさ、足描くことってあんまイラストでなーって。確かにこういうイラスト描くのね。描くのはみんな多分正面から描いていく人とかがちょっと多くて、まあ正面の時のまっすぐ足っていうよりちょっとこの斜め、そうだよね。だから今それもね、教えますね。これ正面足のちょっとあんまりまだ良くない例ね。これを正面足の時どうやっていくかっていうと、今ここが最初ピュッとこう上がってたじゃん。ちょっとここに見える裏側が少しここに出るぐらいのイメージでつま先を描き足してあげる。こういうイメージで。でもやっぱここにくびれがあるよね。そのくびれがあるからこの真ん中あたりにくびれを作ってあげる。で、かかとを足してあげる。この形。これを今清書します。こ
これこんな感じ。あこの感じが正面向きな足でもなんとなく自分で取れるようになれば、多分みんなどんな靴でもね、それなりに履けるようになってくると思う。こっからだからもうあとは、だからディティールちょっと足していく。そうそうそういうこと。ローファーにするのか、スニーカーにするのか。そういうこと、何の靴を履けるかみたいな感じです。ということで、まずはちょっと靴の履き方なんだけど、それ以前の足のなんとなく形の取り方について説明させてもらいました。で、まずはよかったらみんなここ練習してみてください。じゃあこれができるようになったっていうせいで今度靴の履き方いきたいと思います。じゃあ、ここからはいろんな靴の履き方を、ただ靴ってものによって全然デザイン違うので、まあみんながよく書くであろう使いやすいもの、そして初心者が比較的書きやすいかなって思うものを、まあレベル別に教えていきたいと思います。はい、じゃあまずはですね、一つ目の上履きです。上履きか。なるほどね。まずは靴書くときは絶対やった方がいいのは、ちょっとみんなには薄くて見づらいかもしれないけど、みんなも消せるペンで絶対さっき言ったような足の当たりを取っといてください。これないでいきなり書き始めるのはめちゃくちゃ難しいと思う。まず上履きは簡単だから、靴のまずスポンって履く口の部分を書いてあげます。オーソドックスな形取ります。そうしたら、上履きは、ラバーって言って、なんて言えばいいかな。つま先のところになんかゴムみたいのがついてるから、それを書いてあげる。俺それ緑だった。学年によって色違ったりするよね。俺緑。で、あとさ、ここにストップするゴムがついてるから、それをつけてあげる。で、あとは下に入る底の部分。まあ、これ厚さはちょっとその人たちの学校によっても違ったりするけど、書いた後にペン細くして、ここに細かい縦線を入れてあげる。で、もっとこだわりたい人は、ここら辺に縫い口を1本線でピーッと入れてあげる。あるね。ここにかかとにこういうのを入れてあげてもいいし、これはお好みで。こんな感じです。で、まあ、ここのラバーのところとかを好きな学年の色に塗ってもらったり。ちょっと俺緑だから緑に塗ってください。すると、まあ、こんな感じでラバーのところを塗ってあげると、まあ、上履きっぽくなります。あと、ここに名前書いてあるとかね。これまず私おすすめです。で、次も主にこの上履きの形と大体同じで書ける靴。ここまでもさっきの上履きの口の取り方と一緒です。で、この先の部分も基本的にはさっきの上履きの取り方と大体が一緒。ここまで一緒です。で、さらに今度はここの上履きのここゴムだったとこあるじゃない。それを細くピーッと出してあげる。で、なんだったら今ちょっと私線ここ重ねちゃったけど、実際ここの被った線消してもらって、こういう風に出してもらった後、ここに丸いボタンをつけてあげる。そうすると、なんかこう、パンプス、コールなくてもいい。このベルトはなくても OK です。女性の履くパンプスっていう、簡単な革靴になります。それは人によって違うんだけど、結構こう最近は厚底が流行ってるイメージだから、厚底のパンプスにしたいと思います。これぐらいね、厚くして。だいぶ厚いね、それ。で、ここの底の部分にこうヒールを入れるか入れないかはお好み。私の場合はこの何も入ってないのにちょっとするね。簡単だからこっちの方が。まあこんな感じで書いてあげる。厚底になった。で、ここでさらに1個技なんだけど、細い方のペン用意してもらって、ここの付け根のところにもう1本細い線入れてください。実際は、ここにこうちょっと厚みみたいのがあるよね。切り替わるとこが。ここの硬い素材、柔らかい素材にね。まあこんな感じにしてもらうと、こう、わりかしこう、ゴシック系女子みたいな子とかさ、量産型女子みたいな子たちが履いてるパンプスになります。ここでさらにこのつま先の部分にこういう光を入れてあげると、より、こう、革靴っぽいイメージになります。まあ靴は何でもこのね、つま先あたりに素材にもよる。スニーカーとかだとやんないけど、革靴の場合光を入れてあげることで、なんかちょっとそれっぽく見えるのでおすすめです。じゃあ次、ちょっとレベル上がる難しい靴。だけど、ちょっと一回作りの構造さえ暗記しちゃえば初心者でも比較的描きやすいかなっていう靴いきたいと思います。さっきまではちょっと滑らかな線で描いたけど、次はちょっとね、硬い、自分の気持ちの問題ね、これ線っていうより、硬い気持ちでちょっとね、線を入れてってほしくて、直線的な線をよかったら、つま先まで描いてってみてください。こんな感じです。今なんとなくこうさっきより硬めのカクカクした線でね。で、今度はベルトあるじゃない。これをちょっと太めのイメージで取ります。こんな感じで。つま先までももう一本、ここにはさっきなかったけど、つま先までの線を一本足して、付け根あたり、この付け根あたりから一本ペラッと布を出します。こんな形。で、ここま
までやったら今度細い方のペンに持ち替えて、ここの線を二重にしていきます。で、なんだったらちょっとここにかぶさるように1本線を入れてもらって、このさっきのベルトの中にも1本こういう四角の線を入れてみてください。で、このつま先のところにピッと1本線入れてあげる。なんとなく何書いてるか分かった？ローファーや。正解です。ローファーを書いてます。革靴、要は高校生の子たちとか、サラリーマンの人とかがね、よく履いてる革靴、ローファーって言われてる革靴です。ここがちょっと大事なのは、カクカク線を描くイメージっていうところ。ちょっと硬いんだね。そう。で、ローファー描く上で絶対忘れないでほしいのが、ソールの部分、下のところね。そこも四角でまずカクッと先端取ってあげます。ここが四角いとかっこよく見えるから、ぜひ四角くしっかり取ってもらって、このカクカクしたイメージで、ちょっとこう、進めてってください。なんて言えばいいのかな。ヒールのところをちょっとこう出してあげる。クキってこう入れてあげる。ポキって。そうするとローファーっぽくなります。本当だ。小技利かしたい人はここのソールのところに1本また線入れてあげると、よりちょっとここの厚み感が出て、この段差感がね、出て、よりプロっぽいローファーに見えると思います。次はなんだけど、さっきまで全部この足首のあたりに切り口を作ってたんだけど、それを作らないで足首の上あたりから描いていきたいと思います。一回足首までやったら、ちょっとここにもっこりした跡をつけてもらう。で、あとは、もともと自分で取った足のあたりの形に大体沿って、こんな感じ。これ何かわかるです？わかんない。靴下。じゃあ、まあ、そんな間違ってないんだ。これ実は、ここに今からみんな忘れずに書き足してほしいものがあるんだけど、この足首のところに、1個チャックを書いてもらいます。拡大するとどんな感じかっていうと、まあ四角みたいな角じゃない？そうしたらピーってこうやって四角いものをさらに書き足す。で、さらにここに四角を書き足すと、まあチャックに見える。ジッパーね。このジッパーをここに書いてもらって、細い線をピーっとこの足の形を意識しながら下まで下ろしてきてください。こんな感じ。ブーツってこと？そう、正解。しかも、ここにジッパーがついてるパターンのブーツ。これは、私、すごく初心者の人でも描きやすいと思う。ただ、言うように、この細かい、ここのディティール描いてあげないと、靴下に見える。今、俺が言ったみたいにね。そうなの。だから、ここがめんどくさいけど、しっかりここを描いてあげることが大事。なるほどね。細かく。それすれば手抜きに見えないから。確かに。そうしたら、ここにジッパーがあって、シワ入れるんだったら、ちょっとこういう感じで。このシワを寄せてあげる。ブーツ確かに入る、こんな感じで。で、今だと靴下だけど、やっぱここにソールを書いてあげることで、一気にブーツになります。こんな感じ。めっちゃブーツになった。ね、これは言うように意外と描きやすいです、初心者の人。要は足の形さえさっき言ったようにうまく取れてればいい。で、ここまでが今レベル1、レベル2ときて、レベル3。正直私も今からやりたくない作業が始まります。じゃあレベル3先に何かって言っとくと、スニーカーです。スニーカーってやっぱ難しいんだ。めちゃくちゃ難しい。普段みんなも履いてると思うし、どんな家庭にも一足はあると思う。全員絶対持ってる。あるよね。もうだから、できればだけど、この動画を見るんじゃなくて、みんなそのスニーカー持ってきて書いてほしいんだ。置いてね。スニーカーだけは脳資料じゃ、私も未だに書けないのね。やっぱ資料を見ながらじゃないと書けない。それぐらいスニーカーって難しいし、ブランドによっても微妙にデザインがいろいろ違うのね。だから、まあ自分なりにやっぱスニーカーはね、ぜひぜひちょっと物を見ながら書いてほしいなっていう感じだけど、まあ大体オーソドックスなスニーカーの形を今から説明していきます。スニーカーに限らずなんだけど、紐がついてる靴っていうのがまず難しいのよ。だから、交差してるしね。そう、その網上げのところを書かなきゃいけないから。で、まずはどんな形で取るかっていうと、こんな形のものをね、意識して書いてみて。紐通す前の靴ね。そうそう。で、今度ここの当てるところ、足首のところ、それのところを丸い形で、まあこんな感じで取ってあげてください。で、今度はつま先の部分。今までみたいにつま先はどっちかというとこう上履きより、ぽっこり丸く取るようなイメージで取ってあげてください。で、ちょっと反らす。こっち側に。いいと思う、スニーカーは。
ここまでの形、まずなんとなくみんな頑張って描いてみて。で、ここまで描いたら、今度はここの紐だよね。さらにここら辺に細かいデザインが各スニーカーによってあるんだけど、ニューバランスだったらここに N って書いたり、アディダスだったら3本線が入ったりとか、あとつま先の部分もね、結構スニーカーによってこう結構布がどういうメッシュが入ってるとかいろいろあるんだけど、それはよかったら自分の描きたいスニーカーだからぜひ見てほしいです。でもまあ絶対あるのがここに紐なんだよね。で、正直多分だよ。紐の数とか決まってると思うんだ、ここの穴の数とかね、大体なんとなくは。でも私もよく分かってないから、まあ先になんとなく、あんまりありすぎるとさ、みんな大変になっちゃうから。なんとなく左右同じ部分、数だけ丸を用意しておきます、ここに。とりあえず分かりやすく4個ぐらい。で、こっからはみんなもう自分が紐を通す作業を絵でもしてもらうイメージです。一番下のところ、私これ消せないペンで書いちゃってるけど、みんなは線が交差したとか消しゴムとかで消してね、一番上の紐をここの上に通していきます。こんな感じ。紐書くときは均一な線でうどんを書くようなイメージがいいと思う。こんな感じで。下ここから裏側を通って、ここの穴に向かう、ここからこっちに向かうイメージね。それを、この布の1個後ろ側から線を出して、この上に通してあげます。こんな感じです。で、こっち側もこの後ろから出てきて、この上にあるっていうイメージで書いてあげる。もうこの時点でめんどくさいよ、死ぬほど。でもこれを地道に今から全部で繰り返してください。ちょっともう今頭こんがらってきたもん。そうだよね。だからやっぱ見るのが一番いいし、構造を知るために自分で触ってみるのが一番いいとは思う。で、一番上まで来た時は、先に紐をもう真ん中で結んでる紐を書いちゃった方が早いかなとは思います。はあ。見えないし、どうせそうすれば紐の下に来るものは。蝶々結びだしね。そう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 。分かった。これもさ、でも最近さ、紐じゃなくてなんかシュッて縛って止めるような、なんかやつがあるんだよ。もうほんと嫌よね、スニーカー。私大好きなんだけど、スニーカー。で、書くのも結構好きだけど、毎回なんでこんな複雑なもん作っちゃったんだよって思いながら。いやまあ、おしゃれだからそこは。そうだね。まあこんな感じで、実際私は今ちょっとここの線が被っちゃってるけど、実際は書いた後に消します。まあちょっと薄くしか消えてないんだけど、私の場合。これをみんな綺麗に消してもらえば、もうさっき言った完璧な紐かけてる。で、この紐を書く作業ができるようになったら、このブーツに付け足せば、ここの部分をここに、編み上げていくドクターマーチンのブーツのような、かっこいいブーツも書けるようになる。なるほどね。ただ私は死ぬほどめんどくさいから基本書きたくないんだけど、これ永遠に書いていかなきゃいけないからね。途中で頭おかしくなりそうで、それ。でも、ここだけだとまだ正直革靴にもさ、見えなくはないから、スニーカーっぽいソールを書いていきたいと思います。今までの靴ちょっと違うんだけど、スニーカーメーカーによってまた結構デザイン違うんだけども、つま先の部分の方がソールが薄くなってるっていうデザインがここ最近のハイテクスニーカーだと多くて、だから今まではあんまり取り上げなかったけど、つま先の部分のソールを細く、で裏側をちょっと見せる感じ、でかかとは分厚くみたいにしてあげると、よりちょっと最近のハイテクスニーカーっぽい感じになるかなと。確かにそれスニーカーっぽい。めっちゃこんな感じだよね。あとはまあもうちょっと何も見てないで適当に細かいディティールを付け足せばどんどんスニーカーっぽくなってきます。はい、こんな感じ。まあ適当に書いたから、なんかちょっと変だけど、でもまあこういうのをとにかくみんな見ながら書いた方がいい。絶対にスニーカーだけは。まあスニーカーだけは本当にちょっと見ながら書くのを私は勧めたいと思います。っていう感じでちょっとレベル3の一番難しい靴、スニーカーでした。で、最後にもう一個だけちょっと応用を教えておきます。今まで私が書いてきた靴って全部この状態フラットなのね。でも実際女の人の靴ってハイヒールっつってこういう風になってる靴があるので、それのちょっと書き方だけ教えます。当たりの形はこんな感じで取ります。さっきのはこうぺったりしてたけど、こんなにかかと上がるんかいっていう感じで、男の人たちはイメージないから、女の人ってまあこんな感じで歩いて、本当に歩いてんのよ、みんな大変な形しながら。という感じで、このかかとの上を上げてあげる。で、つま先の部分をその分こうちょっと短くしてあげるみたいなイメージで当たり取ってください。そしたら、あとはこれにこのパンプスとかの形を応用すればいいので、基本はこんな感じでハイヒールっぽく見えます。ただもしデザインもっと凝りたければ、こういうハイヒールとかの場合は、これだけでも可愛いけど、こういうところになんかデザインつけてあげたりとか、かかとのここら辺に紐通しを1個つけてあげて、足首のところにこういう風な
輪を1個作ってあげると、こう足首にストラップがついてるヒールみたいな。こうパンプスとか今ここについてるんじゃなくて、ここについてるみたいなデザインの応用も効きます。なるほどね。この辺はなんかいろんな靴を参考にしてみてください。ということで今回は初心者でも履けるかなっていう靴の履き方でした。難しいね、確かに。難しい。やっぱね、もうほんと資料を見ての一言なんだけど、まずは足の形の練習から。最初にやったやつね。そうだね。それがある程度自分でなんとなくイメージできるようになったら、ぜひ自分なりのいろんな靴描いてイラストをよりおしゃれにしてみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた他の中でお会いしましょう。漫画家の新本慎と。バイバーイ。